ねえねえ、次の旅行どこにする？行きたいところがいっぱいあって決められないよね。こんにちは、ゆうきです。さて、今日一緒に勉強する文法はこちら。といえばです。会話の中で使えることがゴールです。一緒にたくさん使いましょう。まずは使い方の例を見てください。どうぞ。毎日蒸し暑いね。もう夏だね。溶ける。夏といえば、海じゃない？海に行こうよ。いいね。海といえば、沖縄？最高。沖縄といえば、最近新しいホテルができたらしいよ。じゃあそこ調べてみようよ。普通形といえば、と言うと、と言ったら、これはこの言葉からイメージするという意味です。と言えば、と言うと、と言ったら、この3つはだいたい同じように使うことができます。そして文法の前に来るのは普通形なんですが、特に名詞が多いです。さっきの文では、夏といえば海だと話していましたね。これは夏という言葉からイメージするのは海だという意味です。そして海といえば沖縄といえば新しいホテルができたらしいという話をしていましたね。皆さんは夏といえば何をイメージしますか？夏といえば海でしょうか？それとも夏といえば花火、夏といえば虫取りをしている子供たち、夏といえば恋などいろいろなイメージがありますよね。では次からの練習でもっと作ってみましょう。練習1。皆さんは今こうやって日本語を勉強していますが、日本へ来たことはありますか？日本で有名な街といえばやっぱり東京でしょうか？東京。では、東京といえば、皆さんは何をイメージしますか？東京といえば何？では、この文を皆さんに作ってもらいたいと思います。5秒後で答えの例を確認します。では、まずは皆さんで作ってみましょう。どうぞ。さあ、どうでしょうか？では、一つ目の例です。東京といえば、浅草だよね。浅草。浅草というのは東京の中にある町の名前です。次。東京といえば、スカイツリーがあるとか、東京タワーが有名だよねという文でも OK です。皆さんはスカイツリーや東京タワー行ったことがありますか？実は私はまだどちらも行ったことがないんですよ。機会があればぜひ行ってみたいなと思っています。じゃあ次。東京といえば、もんじゃ焼きを食べなきゃ。もんじゃ焼き。これは料理の名前です。食べなきゃというのは、食べなくてはいけないという意味で、もっとカジュアルな形です。そう、もんじゃ焼きね。見た目はちょっとびっくりしちゃうかもしれないんですけど、味は美味しいんですよ。じゃあ次、東京といえば、満員電車で大変らしいよ。満員電車。たくさんの人が電車に乗っていることですよね。そう、確かにとっても大変そうですね。もちろんこれ以外の他のイメージでも OK です。皆さんは東京にどんなイメージを持っていますか？ぜひ教えてください。練習に。さあ、今、日本は夏が始まって暑い日が続いています。私は夏といえば子供の頃を思い出します。なんでなんでしょうね。夏ってイベントが多いから楽しい思い出も多いですよね。ということで、
次は皆さんに子供の頃の思い出について話してもらいたいです。作る文はこちら。子供の頃の思い出と言ったら何？次はと言ったらの形で作ってみましょう。ではまずは皆さんでチャレンジしてみてくださいね。どうぞ。はい、どんな文ができましたか？では例の1、子供の頃の思い出と言ったら、家族で行ったキャンプです。キャンプね、いいですよね。楽しいから思い出に残りますよね。次の例、子供の頃の思い出と言ったら、友達とコンビニでアイスを買って食べたことです。次、子供の頃の思い出と言ったら、宿題かな？そうね、日本の子供たち、夏休みにたくさんの宿題があるんです。皆さんの子供の頃はどうでしたか？こんな感じで皆さんそれぞれの答えがあると思います。ちなみに私の子供の頃の思い出といったら、夏休みのラジオ体操です。ラジオ体操って知ってますか？なんかね、YouTube でラジオ体操って調べたら出てくるんですけど、5分くらいの日本でとっても有名な体操です。私が子供の時、夏休みの間って、もちろん休みだから学校に行かなくてもいいですよね。でも、その生活のリズムを崩さないように、毎朝近くの公園でラジオ体操があったんです。多分朝の8時くらいから始まるんですけど、毎日休まずに行くとね、最後の日に何か小さなプレゼントがもらえたんですよ。なので私は子供の頃毎日そのラジオ体操をしに行っていました。大人になった今でも時々そのラジオ体操の朝の空気を思い出すことがあります。懐かしいなーって感動します。さあ、皆さんにはどんな思い出がありますか？さあ、では最後は会話練習です。あなたと私は友達です。カフェで旅行の計画を立てています。あなたは今日の文法といえばを使って会話を続けてください。作る文はこちらです。何といえば何？では私と一緒に会話にチャレンジしてみましょう。ねえねえ、次の旅行どこにする？行きたいところがいっぱいあって決められないよね。なんだろう。食事かな。ご飯が美味しいところがいい。うわ、いいね。そこにしよう。はい。まずは今の会話を確認しますね。私は次の旅行どこの国にする？行きたいところがいっぱいあって決められないよね。と言いましたね。旅行先が決められなくて困っています。そしてあなたが言いました。だよね。絶対に外せない条件ってある？だよねというのはそうだよねと同じ意味です。そして絶対に外せない条件。これは絶対に必要な条件という意味です。この会話の中では旅行で絶対に必要な、絶対に大切なポイントはありますかという意味です。そして私は、なんだろう、食事かな。ご飯が美味しいところがいいな、と答えました。そう、私が絶対に必要な旅行の条件は食事なんですね。そして次が問題の文です。どんな答えができるでしょうか？何でもいいですよね。例えば、食事が美味しいといえば中国かな？とか、食事といえばイタリアのピザが最高だよ。とか、
食事が美味しいところといえば、タイはどうとか、日本人の口に合う料理といえば韓国料理だよね。とか、いろいろ作れますよね。実際私は食べることがめっちゃ大好きだから、絶対に外せない条件は食事です。皆さんの国や町で美味しい料理といえば何ですか？さあ、最後は今日のまとめです。今日練習した3つの問題をもう一度確認しましょう。ではどうぞ。お疲れ様でした。勉強の後はやっぱりご褒美ですよね。ご褒美。自分に何かプレゼントをしなければいけません。皆さんは勉強の後のご褒美といえば何ですか？アイスクリームかな？おやつかな？ゲームかな？皆さん、いろいろなご褒美を楽しんでください。それでは今日もありがとうございました。またねー。